コンベアをモデル化する方法を説明します。CAD ファイルを 3D ワールドにインポートします。ホームタブのインポートグループからジオメトリーをクリックします。ウィンドウからコンベア、ジオメトリー、3DS を選択し、開くをクリックします。モデルをインポートパネルのフィーチャツリーを折りたたみ、上軸を-X に設定します。インポートをクリックし、CAD ファイルを読み込みます。インポートしたコンポーネントの名称は CAD ファイルの名称を引き継ぎます。コンポーネントプロパティパネルから名前をシンプルコンベアーに変更します。コンポーネントを保存します。モデリングタブに移動し、コンポーネントグループの名前をつけて保存をクリックします。コンポーネントを名前をつけて保存パネルのタイプをコンベアーズに設定し、名前をつけて保存をクリックします。保存先をマイモデルフォルダに設定し、保存をクリックします。コンポーネント原点をコンベアの下端に変更します。現状の原点位置からコンベアの下端までの距離を測定します。モデリングタブのツールグループから測定を選択します。測定パネルのスナップタイプを原点に設定します。コンベアをクリックすると、原点位置が選択できます。測定パネルのスナップタイプをエッジに変更します。コンベア右側にある足の下側隅をクリックすると、距離を測定できます。測定結果は 3D ワールド上の表示と出力ウィンドウで確認できます。3D ワールドの何もないスペースをクリックし、測定モードを終了します。原点グループの移動をクリックします。原点を移動パネルの座標を親に設定し、X に -1031.601、Y に 227.057 を入力します。適用をクリックすると、原点位置を移動できます。コンベアのジオメトリフィーチャをパーツごとに分解します。モデリングタブのジオメトリーグループからツールをクリックし、スプリットを選択します。スプリットフィーチャパネルのスプリットレベルを設定にします。コンベアの支点にある最初のロールバーを選択します。スプリットフィーチャパネルのスプリットをクリックすると、ロールバーが新たなジオメトリフィーチャとして分割されます。フィーチャプロパティパネルから名前をロールバーズに変更します。サイドレールも同様に分割します。モデリングタブのジオメトリーグループからツールをクリックし、スプリットを選択します。スプリットフィーチャパネルのスプリットレベルを設定にします。コンベアのサイドレールを選択し、コントロールキーを押しながらもう一方のサイドレールを選択します。スプリットフィーチャパネルのスプリットをクリックすると、サイドレールが新たなジオメトリフィーチャとして分割されます。フィーチャプロパティパネルから名前をサイドレールズに変更します。足も同様に分割します。モデリングタブのジオメトリーグループからツールをクリックし、スプリットを選択します。スプリットフィーチャパネルのスプリットレベルを設定にします。コンベアの足を選択し、コントロールキーを押しながら他の足を選択します。スプリットフィーチャパネルのスプリットをクリックすると、足が新たなジオメトリフィーチャとして分割されます。フィーチャプロパティパネルから名前を REX に変更します。オリジナルのジオメトリフィーチャであるコラプスドアンダーライン0を削除します。サイドレールの長さに応じてロールバーの数量を増減させる設定をします。コンポーネントグラフからシンプルコンベアーを選択します。プロパティグループのプロパティをクリックし、実数のプロパティを追加します。プロパティパネルから名前を C レングス、量をディスタンス、値を1000、制約を 1000-1万に設定します。制約を設定することにより、プロパティの値の範囲を制限できます。ジオメトリーグループのフィーチャから直線クローンを追加します。フィーチャプロパティパネルからカウントを C レングス割る100、ステップを100に設定します。カウントは個数、ステップは間隔を表しており、100mm 間隔でロールバーを配置するため、カウントを100で割っています。方向のベクター、1、0、0は X、Y、Z の順になっており、クローンで増減させたい方向に1を立てます。
フィーチャツリーでロールバーズをリニアクローンの配下になるように移動します。ロールバーが複製されたことが確認できます。サイドレールをシーレングスの値に応じて伸縮させる設定をします。フィーチャツリーのルートを選択した状態で、ジオメトリーグループのフィーチャからトランスフォームを追加します。フィーチャ、プロパティパネルの数式に tx100.sx シーレングス -200÷2800.tx-100 と入力します。フィーチャツリーでサイドレールズをトランスフォームの配下になるように移動します。サイドレールの長さが変更されたことが確認できます。足の位置をサイドレールの伸縮に合わせて変更する設定をします。モデリングタブのジオメトリーグループからツールをクリックし、スプリットを選択します。スプリット、フィーチャパネルのスプリットレベルを設定にします。コンベアの終端側の足を選択し、コントロールキーを押しながらもう一方の終端側の足を選択します。スプリット、フィーチャパネルのスプリットをクリックすると、終端側の足が分解されます。分割した終端側の足を削除します。下側の足を伸縮したサイドレールの位置に合わせて、クローンを使用して足を複製します。ジオメトリーグループのフィーチャから直線クローンを追加します。フィーチャプロパティパネルからカウントを2、ステップをシーレングス -100 に設定します。フィーチャツリーでレックスをリニアクローンアンダーライン1の配下になるように移動します。サイドレールの長さに合わせて足が複製されたことが確認できます。シーレングスの値を変更し、ロールバーの数、サイドレールの長さ、足の位置が自動的に更新されることを確認します。コンベアウィザードによるコンベアの設定について説明します。コンベアウィザードを使用すると、コンベアの設定に必要な機能が自動作成されます。コンポーネントグラフからコンベアのコンポーネントを選択します。モデリングタブの追加グループからウィザードをクリックし、コンベアを選択します。コンベアパネルでコンベアの動作を作成するをクリックします。ビヘイビアの中にパスとインターフェースが追加されたことが確認できます。3D ワールドのツールバーからフレームタイプを選択し、フレームにチェックを入れ、フレームを可視化します。フィーチャツリーのパスフレームズアンダーライン1を選択します。パスフレームズアンダーライン1は、配下に存在するパスフレームに影響を与えるトランスフォームフィーチャとなります。フィーチャプロパティパネルで、現在のシーレングスの値をウィザード使用時のシーレングスの値で割った値に応じて、パスフレームを X 軸に沿ってスケーリングする式を記述します。ウィザード使用時のシーレングスの値が3000のため、SX シーレングス割る3000と入力します。シーレングスの値を変更した際に、パスフレームアンダーライン1、視点のフレームがコンベアの視点に移動しない場合は、X 軸方向にオフセットする必要があります。記述する式としては、tx- ウィザード使用時のシーレングスの値割る2プラスシーレングス割る2ドット、シーレングス割るウィザード使用時のシーレングスの値となります。コンベアの設定が完了しました。他のコンポーネントと接続し、動作確認をします。ホームタブに移動します。E カタログのタイプ別モデルを展開し、フィーダーズを選択します。シェイプフィーダーをダブルクリックもしくはドラッグ&ドロップで 3D ワールドに配置します。PNP を選択し、コンベアの視点側に接続します。コンポーネントプロパティパネルから規定タブを選択します。プロダクトをカラーパレットに設定します。E カタログのタイプ別モデルのコンベアーズを展開し、ビジュアルコンポーネンツを選択します。コンベアを 3D ワールドに配置します。PNP を選択し、コンベアの終点側に接続します。コンポーネントプロパティパネルから規定タブを選択します。コンベアウィドスを800に設定します。シミュレーションを再生し、フィーダーから生成されたパレットがコンベア上を流れることを確認します。
シミュレーションをリセットします。E カタログのタイプ別モデルのコンベアユーティリティーズを展開し、ビジュアルコンポーネンツを選択します。コンベアセンサーを 3D ワールドに配置し、コンベアの中心に接続します。センサは自動的にパスに接続されます。コンベアをモデル化する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。